どうも、日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開しています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は食べ放題と飲み放題について話していきます。で、まずは食べ放題について話します。食べ放題というのは決まった時間の中ならいくらでも食べてもいいシステムのことです。なので、例えば、時間が90分とか決まっていて、その時間の中だったらもう何を食べても金額が同じなんです。これはね、結構日本以外の国でもよくあるシステムなんじゃないかなと思います。で、大体、例えば2時間の食べ放題だったら、2時間ずっと食べていられるわけじゃなくて、大体ね、90分頃ラストオーダーがあると思います。なので最後の30分は、注文できないと思います。でもその前に注文したものは、時間が終わるまで食べられます。で、どんな食べ放題があるかというと、例えば焼肉の食べ放題なんていうのがあります。これはね、食べ放題の中でも多分一番一般的な食べ放題のお店だと思います。焼肉なのでね、お肉を食べたりとか、野菜とかご飯とか、デザートとかも、いろいろ食べられます。すごく王道な食べ放題ですね。で、他にも串カツの食べ放題なんていうのもあります。皆さん串カツってわかりますかね？多分とんかつは皆さん知ってると思いますけど、とんかつみたいに、揚げた食べ物のことなんですけど、串カツはお肉だけじゃなくて、野菜とかもあります。なので串カツの食べ放題のお店に行ったら、野菜とかお肉を注文して、でそれを自分のテーブルで揚げることができるんです。これ実は僕一回行ったことがあるんですけど、これ食べ放題いいなと思ったんですけど、実はやっぱり揚げ物なのでそんなにたくさんは食べられないんですよ。揚げ物得意だよっていう人はこの食べ放題行ったらたくさん食べられていいかもしれませんけど、普通の人は揚げ物ってそんなにたくさんの量食べられないと思うんですよね。なので串カツはもしかしたら食べ放題じゃなくて普通のお店に行った方がいいんじゃないかなって僕は個人的に思います。で、他にもね、スイーツの食べ放題なんていうのもあります。これは結構ね、スイーツ好きな人にとってはめちゃめちゃいいですよね。で、もちろんスイーツの食べ放題なので、いろんなケーキとかアイスとかが食べられるんです。で、僕が行ったスイーツの食べ放題では、そういう甘い食べ物とかお菓子だけじゃなくて、普通にサラダとかパスタもあったので、スイーツがそんなに得意じゃない人も、友達と一緒に行って、苦手な人はサラダとかパスタ食べて、スイーツが好きな人は甘いものをたくさん食べるっていうことができるんで、これもすごくいい食べ放題だと思います。で、料金っていうのはもちろんね、お店によって違うんですけど、だいたいどこの食べ放題に行っても2000円から4000円ぐらいなんじゃないかなと思います。そんなに高くはないですよね。2000円から4000円払えばいくらでも食べられるので、結構リーズナブルなんじゃないかなと思います。なので、この値段があんまり高くないので、特にね、食べ盛りの学生に人気のシステムだと思います。この食べ放題っていうのは。で、もちろんね、食べ放題のご飯美味しいです。美味しいんですけど、正直質はそこまでめちゃめちゃ高いわけじゃないと思います。なので、めちゃめちゃ美味しいご飯を食べたいんだったら食べ放題じゃなくて普通のお店に行った方が、美味しい料理を食べられる可能性は高いと思います。
で、次は飲み放題についても話したいと思います。で、飲み放題というのはお酒とかジュースが好きなだけ飲めるシステムのことです。なので食べ放題の飲み物バージョンですよね。で、ファミレスとか居酒屋とかでよくあるシステムです。で、ファミレスの飲み放題の場合は、大抵飲み放題っていう名前じゃなくて、ドリンクバーっていう名前で書いてあるところが多いと思います。で、ドリンクバーというのは、ジュースとか、コーヒーとか、お茶とか、それから時々ね、スープも飲めるんです。なのでもう液体、飲み物全部飲み放題ってことですよね。でもファミレスの飲み放題には大抵お酒は含まれていません。なのでお酒以外の飲み物がたくさん飲めるんです。で、これすごい人気で、多分日本人の人なら一度はやったことあるんじゃないかなと思うんですけど、ドリンクバーでいろんなドリンクを混ぜてどんな味になるのか実験するみたいなのもよく小さい子がやってると思います。僕も小さい時は例えばコーラとファンタとジンジャーエールとカルピスと全部混ぜてどんな味になるのかなって実験したことあります。これはね、すごいドリンクバーあるあるだと思います。で、それから他にもよくあるのは、僕学生時代結構勉強するときにファミレスに行ってたんですよ。これなんでかっていうと、ファミレスにはやっぱりドリンクバーがあるじゃないですか。なので学生時代ファミレスに行ってでドリンクバーを注文して、それでコーヒーをたくさん飲みながら、勉強した思い出があります。これ今の高校生はファミレスで勉強してるのか分かりませんけど、僕が学生時代の頃は結構これが一般的で、例えば友達と一緒にファミレスに行ってで勉強を教えてもらいながらコーヒー飲んで勉強するっていうのはすごい学生時代を思い出す出来事ですね。もしかしたらね、今の学生はもうちょっとおしゃれにカフェとか行って勉強してるかもしれませんけど、僕の時代は結構ファミレスで勉強するのが一般的でしたね。で、居酒屋の飲み放題ですね。居酒屋の飲み放題ではもちろんソフトドリンク、ジュースとかは飲めますけど、お酒も、たくさん飲めるんですね。で、ファミレスは混んでなかったら大抵時間制限っていうのはないんですけど、居酒屋の飲み放題の場合は大抵食べ放題の時と同じで90分から2時間ぐらいの時間制限があります。で、お酒の種類も大抵ビール、ハイボール、日本酒、カクテルとかいろいろあります。結構ね、飲み放題じゃなくてもそうなんですけど、日本の居酒屋では最初1杯目ビール頼む人はすごい多いです。で、その後はやっぱり人気なのはハイボールか、レモンサワーとかサワー系のドリンクですね。なのでこういうすごい人気なドリンクが大抵飲み放題の中に入ってるので、そういう普通のお酒を飲みたい人にとっては十分足りるんじゃないかなと思います。で、食べ放題の時と同じでやっぱり飲み放題も結構値段が安くて、だいたい1500円から2500円ぐらいだと思います。だいたいどこの居酒屋もこのぐらいの値段なんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、これも安いので、特に大学生、お酒をたくさん飲みたい大学生とかに、すごい人気のシステムです。これもね、すごいいいですね。お酒がね、たくさん飲みたい人はね、やっぱり安く抑えたいですから、安くたくさん飲みたい人は、この飲み放題のある居酒屋に行くのがいいと思います。で、居酒屋によっては、食べ飲み放題っていうシステムもあります。食べ放題と飲み放題が、一緒になったシステムですね。なので、いくら食べても飲んでもいいんですね。これもやっぱりお金がない学生とかにすごい人気だと思います。で、その理由以外にも、やっぱり大人数で飲み会とかするときは、みんなバラバラのもの頼んだら、最後お会計するとき計算するのがすごいめんどくさいじゃないですか。
そういう時もやっぱり飲み放題とか食べ放題を使ってみんな同じ値段を一緒に割り勘するっていうのもかなり一般的です。なのでこれも食べ放題飲み放題が人気の理由の中の一つなんじゃないかなと思います。でもちろんね、食べ放題飲み放題を利用するときには注意しなきゃいけないことというのもあります。食べ放題飲み放題、さっきもちょっと言いましたけど、時間制限がありますね。いつまでも食べたり飲んだりできるわけじゃないですね。なのでこの時間を忘れて食べちゃったり飲んじゃったりして制限時間を超えると追加で料金がかかることもあります。なので安く済ませたいからといってたくさん頼んで時間がかかりすぎちゃったら追加で料金が取られるので結局あんまり安くないですよね。なのでこれはちょっと元も子もないですよね。それからたくさん食べたいからって言っていっぱい注文してそれで食べきれなくてすごい食べ物を残しちゃったりする。こういう場合も追加の料金がかかることもあるんです。なのでちょっと、食べるペースとか飲むペースには気をつけたいですね。で、それから食べ放題飲み放題が安いのには理由があってメニューの中の全部のものを注文できるわけじゃないんです。食べ放題と飲み放題で注文できない品っていうのもあるんです。なのでそのお店の全部の食べ物が食べたいっていう場合にはこの食べ放題飲み放題はあまり良くないかもしれませんね。最後にね、まだ食べ放題飲み放題行ったことない人はね、ぜひ体験してほしいなと思います。いろんな料理をね食べられるんですごい楽しいですよ。でもさっきもちょっと言いましたけど、食べ過ぎ飲み過ぎ、これには皆さんしっかり気をつけましょう。はい、ということでね、今日は食べ放題と飲み放題について話してみました。皆さんの国では食べ放題や飲み放題は一般的ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。